皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。横浜の工部館道場の師範代をやらせていただいております、山口作夫と申します。今日は、この我々が教わっていた中島館長の経験からお話しさせていただきたいと思いますけども、中島館長はですね、数えきれないぐらいの路上格闘技の経験者、そういう人はめったにいないですよね。というのは、一般の社会人が外で殴り合ったらですね、自分も捕まっちゃいますよね。だけども、館長の場合は、警察官、助けてくれって言われたらですね、もう争わないんだとか、合気道はそんな愛だとか、こんなことじゃない。そこにすっ飛んでいかなきゃいけないんですね。しかもですね、館長はなんか樹齢期っていうんですかね、そういうものがあって、それ聞いてですね、誰かが暴れてるとかですね、どっか倉庫に悪い奴が入ったんだ。そうそう、よし、俺が行くって自分から買って出た。だから数えきれないぐらいのですね、実践の格闘技があるんですよね。実際いろいろとお話聞いたんですけども、まず道場と何が違うか、外の路面ですよね。だから道場のような綺麗な畳じゃない。それで障害物はある。いろんな石が飛び出してる。建物の中だったら家具がある。そして、道路だったら、例えば水に濡れてて、滑るかもしれない。この底へ入ってるらしいんですけども、相手が何人いるかわかんないんですよね。どんな武器持ってるかわかんない。だから、後ろからかかってくるかわかんない。このリングとは決定的な違いがあるわけですね。だから仲間とその畳の道場で稽古する、あるいはスポーツの格闘技でもですね、リングの中で審判が見てる、場合によってはお医者さんもいる、もちろんしっかりしたルールがある。1対1でね、1対2、1対3ってことはありえないし、後ろからかかっちゃいけないし、刃物を持っちゃいけない。だからそういうスポーツの格闘技の指導と館長の指導方針は違うんですね。だけど、館長はね、あんまり上から目線発言されなかったですね。やっぱり実践体験があるかないか、おのずと指導方針が微妙に違うのはしょうがないでしょうねっていうぐらいのですね、非常に穏やかなことしか表現されなかったんですけども、特にですね、館長が体験したのは、教科書のような綺麗な技はなかなかかからない。じゃあどうしたかっていうとですね、ともかく飛び込んで、基本動作ですね。5本の基本動作に持ってっちゃうんだ。必死で基本動作で制圧することができた。そうすると相手に対して怪我をさせずに制圧できたって言うんですね。それはですね、館長がこの秘伝っていう雑誌ですね、この記事なんですが、実践に裏打ちされたっていうのは、本当これとてもね、珍しいケースなんですよね。大勢の武道の師範がこの雑誌には書いてるけども、実践を経験した指導者っていうのはほとんどいない。いたら自分が捕まっちゃうわけだから、数少ない実践の経験者なんですね。ここで館長が言うにはですね、警察官として職務の中で実際に合気道を使ってきた中島師範は、陽心館合気道の武道としての実用性に確信を持ったっていうんですね。ここで学ぶ6本の基本動作の見事さを体をもって体験しているんだっていう発言をしてられるんですね。ですから我々もですね、館長からもう信じなさい。基本動作6本絶対勝てるんだ。もし自分の技が効かなかったらそれは6本の基本動作の基本から外れてるからだっていうふうにですね、徹底して教わってるんですね。例えば基本動作で垂直から45度で相手の手を掴んで、こういう形で自分が形が決まってれば、相手は例えばこういう形で相手が倒れる。だけど自分が基本動作が外れてこういう形になったらですね、相手の方が安定してるんですね。だから相手が安定してて自分がこうなってたらですね、倒せるはずないわけですね。だからそういう技一つ一つ基本動作に戻りなさい。そうすると相手がこういうふうに抵抗してたのが、こうなってですね、そうか、基本動作っていうのはこんなに有効なのかっていうことがですね、いろんな技で我々は館長から教わって体感しております。工部館に限らずですね、
他の道場でも多分そういう基本はあると思うんですけども、おのおのそれを信じて稽古を続けましょう。今日はそういうお話でご清聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。失礼します。